家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は雨が降ってもトマトの実割れを起こさない対策についてご紹介したいと思います。皆さんトマトの実がだんだん大きくなってきたことかと思います。7月になりますとトマトは熟してどんどん赤くなってきます。その時に急激な雨で発生するのが実が割れてしまうことです。今日はトマトの実割れ防止についてのポイントをご紹介します。最後に質問にも答えてみたいと思います。最後までご覧になってください。では行ってみましょう。まず現在のトマトの状況を見ていただきます。皆さん実がそろそろついて背丈も高くなってきたことと思います。こちらの第一花房をご覧ください。こちらはミニトマトですので、だいたいこのぐらいの大きさの実でこれから熟して赤くなっていきます。こちらのトマトは非常に順調です。実が何個できているか数えてみます。第一花房に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と 11,12,13,14 個実がついています。これは非常に優秀です。だいたい8個から10個というのが標準ですけれども、これは14個もついています。このトマトの場合、開花後約40日ぐらいで熟して赤くなると言われていますので、そうしますと収穫の時期です。少し早めに植え付けたプランターのトマトを見ていただきましょう。もうすでに熟してきています。あと1週間もしないうちに収穫だと思います。このように赤くなってきた時が実割れの要注意のタイミングです。こちらの軽く赤くなっているもの、こういったものでも実割れは起きます。実割れが起きて問題となるのはどういうことかご紹介します。実割れしたのを発見してすぐ食べる分には問題ないんですが、約2日ぐらいで割れた部分から腐り始めてきます。せっかく熟すまで待ったトマトが実割れすることによって食べれなかったり、完熟を待ったトマトが完熟せずに終わってしまうということがあります。そういったことを防止する方法をご紹介します。それでは実割れの原因について説明します。実割れが起きるのは乾燥が続いて水分が少ない状態が続いた時に急激に雨が降って急激に水分を吸い上げた時、実が膨張して実割れを起こしてしまいます。ですので梅雨の時期という時よりは夏の急激な雨によって実割れが起こる可能性が高いです。梅雨の時期は皆さんまだトマトは青い硬い状態です。梅雨明けの後、雨が急に突然降る時が要注意です。一番王道的な対策の方法をご紹介します。以前ご紹介した雨よけでカバーをすることです。全体を雨よけビニールで覆ってしまいます。根の吸収ではなくて直接雨が当たることで実割れを起こしやすいことが言えます。それを防ぐために雨よけをするのが一番です。急激な雨が降ってきますと、このようにマルチの穴の部分から大量に雨が流れ込んで、それを急激に根から吸収してしまうということで、水分が多くなりすぎて実割れを起こしてしまう、ということが考えられます。雨よけをすることで雨は直接畝にはかからず周りに水が流れます。そのために吸収は緩やかになりますので実割れは起こりにくくなります。これが雨よけをする理由です。では雨よけができないという時はどうすればいいかご紹介したいと思います。実割れを防ぐ対策としては、こまめに少量ずつ灌水をしていくことです。トマトは水を切りましょうと皆さんは言いますので、水を全く与えないというイメージの方もいらっしゃるかと思います。それは理想的な甘くする方法なんですが、一方で乾燥させすぎますと突然の雨による実割れが発生します。露地栽培で全く水を与えないというのはほぼ不可能に近いので、実割れをさせない栽培方法というのも検討してみてください。ではどのように灌水していくかをご紹介していきます。まず天気予報を見て晴天が続き突然雨が降るというような予報が出た時が要注意です。その前段階で軽く灌水をしていくということを考えてみてください。特に7月に入ってトマトが赤くなった時は要注意です。ではちょっと疑似的にやってみます。まず地面の状態を確認しましょう。今日は濡れているので本来やる必要はありませんが、これで地面の中まで乾燥しているという状態の時には畝に水を流しておいてください。バケツ半分ぐらいでいいんじゃないでしょうか。通常ナスとかピーマンに灌水する時はこのバケツに2杯ぐらい灌水するんですが、トマトの場合あまり水分が多くてもいけませんので、このバケツ半分ぐらいの量でいいんではないでしょうか。これを雨が降る前日までに行うということが重要です。一度にたくさん灌水するのではなくて、極端な乾燥が起こらないようにしてください。これが雨よけをしなくても実割れを防ぐというポイントになります。
100% ではありませんが、雨が降っても実割れを防ぐかなり有効な方法だと思います。このように雨よけをしない場合はこまめに少しずつ灌水をして実割れを防ぐようにしてください。それでは質問コーナーに行きたいと思います。こちらのトマトの肥料過剰の動画にコメントをいただきました。この動画では実ができてから適用ということだったのですが、実ができていない状況でも適用は危険でしょうかというコメントです。問題は葉の数にもよります。葉が少ない状態で適用をしてしまうと光合成ができなくなって困った状態になりますが、過半もという状態のはずなので葉は十分にあるのではないかと思います。そのような場合、下葉を切り取っていくという方法があります。あるいは葉の中間で先端を切り取ってしまうということも対策の一つになります。実ができてない状態でもやる分には問題はありません。ポイントは全体の葉の数です。何枚以上とは言えませんが、葉が十分に茂って重なるぐらいになっている状態であれば少しカットしても問題ないと思います。ぜひやってみてください。今日はトマトの雨が降っても実割れを防ぐ方法についてご紹介をいたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。